こんにちは、ともです。これから男一人旅、英語喋れないやつ、セブ島3泊4日行ってくれようかなと思ってます。ちょっと緊張しますこれからチェックインしようかなと思うんですけど、場所はねチェック済みなんですけど、さっき列見たらめっちゃ並んでて、結構ね時間かかりそうなんですけど、2時間以上前に来てるんで全然大丈夫かなっていうところで、じゃあ行ってきますかね。ちょっとチェックインしてきます。出国まで終わりました。飛行機乗るまで時間つぶしなんですけど、これから飛行機乗ります。この瞬間がね一番ワクワクしますよね。セブ空港着きました。まず最初にやるのはお金を下ろそうかなと思うんですけど、 ATM の方でやっていきます。確か1万ペソぐらいしか下ろせなかったはず、1回で1日2万とかだっけな、忘れたけど、あんまり下ろせないはずなんで、あれ5万までだっけ。ここでセブ島初心者のためにセブ旅行で知っておきたいマクタンセブ国際空港の注意点をご紹介します。1、フィリピンの空港は一度外に出ると中に戻れません。忘れ物をしても取りに戻れないため、空港から出る前に忘れ物がないかをしっかりチェックしましょう。2、空港ではタクシーや配車アプリでなかなか捕まらず苦戦することも多い。特に混雑時は時間がかかるので、到着してからの予定は余裕を持って行うようにしましょう。3、1月のシヌログ祭り期間中は市内が大渋滞し移動がほぼ不可能な状態になる。初めてのセブ旅行には不向きです。詳しくは別動画でその時期に行っているのでぜひご覧ください。マクタンセブ国際空港はマニラとは違い治安は比較的安全です。しかしタクシーが捕まらず1時間経つこともあるくらいなので、時間と気持ちには余裕を持って行動しましょう。この辺でグラブ呼んで待ちますか。グラブ呼びました。5分くらいで来るみたいなんで、ここで待ちましょうかね。ちなみに関係ないんですけど、これ買ってきました。フィリピン人はシーフードヌードルがめちゃくちゃ好きらしくて、実は先月ね僕セブンに来たんですよ。飲み屋で飲んでて、そこの子と、仲良くなってというかね、その子にちょっとお土産にねシーフード、麦茶が飲みたいみたいなこと言ってたけど、空港になくて、空港にあったのがシーフードだったので、敵にバッとね見えるかな、買いました。Sorry. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Yeah. Welcome to Cebu. Hey, Cebu is great. 良さそうなね運転手さんだね。How are you? I'm fine. That's good. Yeah. 全然見えん。外見えるかな。しかもなんか雨降ってるんだよね。フィリピンは6月ぐらいから雨季だから全然見えんな。これが今僕の泊まるホテルで、ちょっとチェックインしてきます。チェックインしました。普通かな、旅の時には。今回311号室で泊まるで、フリー Wi-Fi でパスワードなしってことなんだけど、 Wi-Fi 使いたくないなねかな。さあこれがルームツアーです。おお、めっちゃ綺麗じゃない？めっちゃ綺麗だよねこれ。待って、ルームツアーです。360度動画なんでルームツアーなんて必要ないのかもしれないけど、ルームツアーと言いつつ実際してないので補足します。今回泊まったルーペホテルは星3つのホテルです。綺麗な室内から冷蔵庫まできちんと完備されています。クローゼットも大きいですが、セキュリティボックスはなしです。バスタブはなくシャワーでしたが、生地ウォシュレットがなし。アメニティは歯ブラシと石鹸のみでした。でまずホテル来たら一番最初に荷物とか置く前にチェックするポイントがあって、南京虫っていうんですかね、それがいないか。あれがいるとマジで悲惨なことになるらしい。こういうね下のところを見た方がいいです。この角のとこね、寝てる時に出てくるらしいんですけど、ここは大丈夫そうだね。パッと見すごい綺麗だし、それがいる後もないんで、絶対これは特に安いホテルね、
で口コミ見ると全然いいホテルだったよみたいな、なんかゴキブリが出たけど自分は気にしないタイプだったから大丈夫ですみたいなこと書いてあって、何してんだって思いながらもね、やだよゴキブリ出たら泣いちゃうけど、なんかこの部屋綺麗だから大丈夫そうだね。じゃあまあそんな感じでね、ホテルのルームツアーは終わりで、ちょっと休んでからねまた外行こうかなと思うんで。Thank you. とも旅チャンネルでは毎度おなじみのクラブブルーのご紹介をさせていただきます。カメラムシで遊んでいたので尺稼ぎというわけではないのだ。クラブブルーは日本人街のネオ東京の近くにある日本式の JTB です。安くて明朗会計で日本人客が多いので初心者でも通いやすいです。クラブブルーは女の子が多く日本語もできる女の子もいます。ママが日本語が話せるので日本語しかできない人も安心。カラオケルームのようなものはないですが、広々とした店内でグループでも楽しめます。お気に入りの女の子に出会えるといいですね。料金は1時間600ペソで延長も600ペソです。レディースドリンクは300ペソとホームページに書いてましたが400ペソだった気がします。少し曖昧ですが500ペソではないです。また税金も 18% かかります。セブ島では一般的な料金です。営業時間は夜19時から夜中の3時まで。ネオ東京周辺には JTV が多数あるので、もし女の子に好みがいなければすぐ別の店に行けるという利点もあります。クラブブルーはセブ島で気軽に楽しめる大衆キャバクラ。価格もこの辺りの相場通りで明朗会計です。日本語対応なのも嬉しい。ぜひセブ島に来た時はクラブブルーで素敵な夜を過ごすのはいかがですか？コーラください。あとリカ。リカちゃん。久しぶり。1ヶ月ぶりです。リカちゃん。Oh, ada apa? Sudah. Vlog. Mau gimana dah? Nani? Drink? Atau din. Ya. Drink minum. Wow. Tuh, sorry. Hai, konnichiwa. So nakonada. めちゃくちゃ楽しんじゃいました。この後女の子と一緒にマッサージ、健全なマッサージなんですけども行くことになりまして、これアフターちょっと初めてなんでね、まあマッサージってバイバイって感じだと思うんですけど、ちょっと楽しんでいきます。目がやばいなね、完全に枯れてるよねって感じで、めちゃめちゃ酔ってる。正直ね、ちょっとこのまま帰りたいのも若干あるんだけど、アフターしてくれるってね、逆にまあ嬉しいことなんで、でバッテリーがもう全然ないから、もしかしたら今日はこの後は取れないかもしれないですけど、まあね、もうちょっと取りたいなって感じはあるけど、やばい。ベロベロに酔っ払って、あの後マッサージに行きまして、健全なマッサージを2人で行って90分で入ったんですよ。90分で1人1000ペソ、2700円ぐらいかな。ワンチャンホテル来るのかなとか思ったりもしたんですけど、そういうことも全然なく、普通に帰りました。今1人です。ダメだね。とりあえず今日は寝ます。頭も顔もひでえ顔してるな。おやすみなさい。ご視聴いただきありがとうございます。セブ島初心者撮影旅いかがでしたでしょうか？少し短めの尺になってしまったので、今回の1日目を簡単に振り返ってみます。ぜひ最後までご覧ください。まず今回の旅はマクタン、セブ国際空港から始まります。セブのタクシーは比較的安全です。グラブが一番安全ですが高いです。空港からの移動は混雑していることが多いですが、この日はすぐに移動できました。まずはホテルまで 8km の道のりをグラブで移動しました。なるべく早く移動することをおすすめします。ホテルに着いたらまずはルームツアーです。そうは言ったもののまともに紹介もせず漁るだけになってしまいました。テスト撮影と言っていても本番前なのでちゃんとその辺しようよって編集してて思いました。
ホテルは十分に綺麗でした。正直印象にないホテルで嫌な思いをした記憶もないです。料金は1泊4000円前後です。立地的に東横インでいいかなとは思いました。休憩を挟んだ後はクラブブルーに向かいます。セブ島の JTB のエリアといえばマンダウエ。クラブブルーのあるこのエリアまでは 2.5 キロくらいで、最大の繁華街マンゴーストリートまでは 4.4 キロくらいあるのでタクシーは必須です。クラブブルーはセブ島でスタンダードな JTB です。この辺りはセブ島一人気の小町やウイングなど有名なお店が密集しています。ぜひ探索しましょう。セブ島初心者はリゾートならマクタン島、夜遊びならマンダウェやマンゴーストリート周辺などこの3カ所あたりに宿泊することをおすすめします。主要エリアは狭いです。今回はテスト撮影の特別編です。2日目以降もストックはありますが、今回同様撮ったり撮らなかったりで微妙です。反響があればそのうち作るかもしれません。ぜひ今回の動画が役に立った、面白いと思っていただけたらチャンネル登録、いいねお願いします。ご視聴ありがとうございました。静かな夜空に浮かぶ星たちが君の瞳に映る瞬間、言葉